こんにちは。お元気ですか？毎日暑いですけれども、夏バテなどはされてないでしょうか？私はですね、夏バテとかじゃないんですけれども、昨日今日とね、ちょっとお腹が下腹部がちょっと力が入らないというか、痛いってほどじゃないんですけれども、なんかちょっと嫌な感じがして、なんか体全体があんま力入らないというかそういう小康状態とまでは言わないのかな。別に体調悪いですっていうほどじゃないんだけど、なんかお腹がすっきりしなくて、ちょっと元気が出ないっていう感じでした。で昨日とかはね、パソコンをずっと使ってなんかいろいろ見たりとかやったりとかしててね、すごい体がだるくて、疲れたって思って、その日は午後からジムに行こうって思ってた日なんですけれども、ちょっと休憩した時にね、もう体だるくてジム行きたくないなっていう感じだったんですよね。今日は体かったるいわと思って、ベッドにゴローンと寝っ転がって、このまま寝っ転がってずっと休んでたいって思ったんですけども、でも今日はジムに行った方がいいよなってちょっと葛藤してたんですよね。で行くか行かないか迷ってて、その時にふと頭にアクティブレストっていう言葉が思い浮かんで、そうだ、これくらいのちょっとしただるさだったら、ちょっと体を動かした方が疲れが抜けるかもしれないと思ってね、このだるさ、この疲れを取るために積極的にちょっと運動しようかなと、楽になるために運動をしようって思って気合い入れてジムに行ってきました。アクティブレストっていうのはね、中くらいの強度での運動をすることによって、ちょっとした疲れをね、逆にじっとしてるよりもね、中程度の運動をすることによって疲れを抜くっていう方法ですね。血液の循環が良くなったりとかして、疲労物質が抜けたりとか、あと中強度くらいの中程度の強度ですね、中くらいの強度の運動をすることによって、成長ホルモンとかも出て、夜もしっかり眠れる状態になるっていうのがね、そういうのが、一般的に言われているアクティブレストだと思うんですけども、そのアクティブレストっていう言葉を思い出してパッと頭に浮かんで、気合い入れてジムに行ったんですよね。で体もね、なんとなくだるくて動くのがだるいって思ってたから、パッと行ってパッと帰ってこようって思ったんですよね。パッと行ってパパパッと汗かいて、もうだらだら運動したくないから、パッと帰ってこようと思ったんですね。それでそんなに長いせずに帰ってはきたんですけども、結構ね、短時間であの体動くのだるいな、めんどくせえなと思いながらも、それでも結構頑張って、もうゼーハゼーハいうくらいの運動をして帰ってきたんですよ。で運動し終わった後は少し体も楽になったような気もしたんですけども、それでもそこまですっきりしたって感じではなくて、で家に帰ってきたらね、ドーンと疲れが出てね、もうねベッドから動けなくなってましたね。ちょっとアクティブレスト失敗だったかなと思って、その失敗の要因は考えられることは、可能性は2つなんですけども、アクティブレストをするしないっていう判断をする上で、普通のレストにした方がいいくらい体が疲れていたかもしれないっていう可能性と、それと短時間でパッとやってパッと帰ってこようと思ってたので、1時間弱ぐらいですかね、運動してたのは。ただその短時間で結構、もうゼーハゼーハいうぐらいの結構強度の強い運動をしてしまったっていう、もしかしたらその強度強すぎちゃって逆に疲れちゃったかもみたいな、そういうのはあります。そうだからね、アクティブレストは失敗だったんですよ。
でもう夕べはね、なんやかんやで料理も作りたくないとかもうお茶碗も洗いたくないとか、そういう感じで、でも頑張って料理はしたんですよね。なんとなくピーマンを食べた方がいいような気がしてで頑張ってピーマン切って、ピーマンとか野菜とかで人参とかで野菜炒め作って食べて、でもう茶碗は洗う余力が残ってなかったんで、そのままで、もうシャワーとかちゃんとねジム後に綺麗に浴びたからね。それでちょっとベッドに横になって、本とかね読んだり YouTube ちょっと見て、それから寝ようと思ってたら、もうそのままもう寝ちゃってて、電気をねこうこうとつけたまま朝5時ぐらいに目が覚めて、失敗したと思って、そんな感じでね、なんとなくその翌日である今日もね体のだるさが抜けずにあとね、お腹の調子がねやっぱり微妙にちょっと下腹部が嫌な感じがして、頑張れば運動とかできるだろうけど、今日はもう緩やかに過ごしていたいっていう気分で、今日はちょっと本当のお休みデーにしようかなと思って、パソコンとかもやんなくていいやというか、そのタスク的なものはやんなくていいやって思ったんですけども、それでも2時ぐらいからちょっとやっちゃったっていうのはあるんですけども、今日は比較的少しお休みデーとして過ごしました。4時間ぐらいはなんかやっちゃったかもしれませんけども、とにかく比較的ゆっくり休みましたっていうことで、そのアクティブレストもですね、そのなんだろう、多分感覚的になんですけど、自分がもっと若かった頃はあれくらい強度の強い運動をしてゼーハーゼーハー言っても、実際すっきりして、なんならちょうどよく体が疲労してぐっすりやっぱ夜寝れてとかいうのはあったんですよ。でもね、やっぱ全体的な年齢的な衰えっていうのも認めたくないけど、やっぱ考慮に入れなきゃなのかなってちょっと思いました。今の年齢でやっぱ行う強度、運動の強度っていうのを気をつけないと本当に疲れ切って、疲れが抜けない、疲れをためる運動になってしまうんだなって思ったので、その辺をね昔と同じことをやってたのではダメなのかもなっていうふうに思ったっていう、そんな話ですね。これはある日のコーヒーを入れてる時のいつもの映像なんですけれども、ちょっとこの日はね、なんとなくずっとこうじーっと座ってパソコンいじってじっとしてたのでね、少し体も動かそうってほどじゃないんですけど、ちょっと刺激を与えようと思ってね、家にあったね、なんだろうこれ一応エクササイズ用品なのかな、それ足につけて歩くことによってこのバランスが鍛えられたりとか、ふくらはぎとかもストレッチできたりとかするようなもので、結構気に入って、たまに思い出したように履いたりとかしてるんですよね。これね、もう引っ越してくる何年か前には買ってたから、もう5、6年前に買ったやつかもしれないですね。まあせっかくなんでね、この体幹を鍛えながらコーヒー入れてみようと思って、この日はねちょっとこれを吐きながらコーヒーを入れてみました。さて最近ね夏もいよいよ本番になってきて、暑い日が続いたりとかするんですけれども、さっきもねちょっと私ここ数日お腹の調子がなんて言ってたんですけれども、もしかしたら寝冷えしちゃったのが原因かもしれないし、知らない間にねちょっとこう食べ物が、夏はね菌が増えやすかったりしますから、食中毒とまではいかなくとも軽くお腹を壊すくらいなことはもう日常的に普通にあることなのかもしれないですね。食中毒とかお腹下したとかそういうレベルまでじゃなくても、このレベル1ぐらいな状態でちょっとお腹内臓の部分ではちょっと悪いことが起こってるってのはあるかもしれないですね。でね、やっぱり免疫的なのも若い頃
と比べて落ちてきてるはずなので、昔はね大丈夫だったことがね同じことでもちょっとお腹を壊しやすくなったとかいうのはあるかもしれないので、少し気をつけた方がいいのかもななんて思ったりしてます。でもね、そんな日常的に特に特別何かを気をつけてるってことはないんですけども、とはいえ昔からの習慣で何気に知らない間に気をつけてることってあるんだなっていうふうにちょっと料理とかしながら感じたことがあるんですね。夏とかになるとやっぱ食べ物とか傷みやすいので、味付けとかですね、保存方法とかね、もう無意識に結構気をつけたりしてるもんだなって思ったんですよ。っていうのもね、お味噌汁とか作る時なんですけれども、夏になると私必ず毎回ねお味噌汁の具の中に生姜を入れてるんですよね。具っていうか食べるための具じゃなくって、もう生姜を風味付けと傷み防止のために入れるので、薄くスライスしてそれをさらに千切りして本当に薄く細かく切ったものをお味噌汁に入れるんですよね。沸騰したらすぐ入れちゃって、最初にこの生姜の風味を出しちゃうみたいな感じですね。他の具材野菜とかを入れるより先に生姜を入れちゃうと、そういう千切り、もしくはもっと細かくみじん切りなんかにしたりとかすることもあったりするんですけども、とにかくお味噌汁が生姜を入れることによって多分傷みにくくなってると思うので、そんな感じで味噌汁には毎回夏は生姜を無意識に結構入れてるなって思いました。でね、それで気づいたんですけども、結構食中毒とかにならないためのもう無意識にやってること夏になるとねそこそこあるなって思ったんですよね。で皆さんはどんなことを気をつけてるかわからないですけども、結構痛み防止、食中毒防止のためには今言った生姜ですとか、あと私が味付けとかいろいろ気を使うってほどじゃないんですけども、夏に好むのはやっぱわさびとかからしとかですかね。そういうのを添えたりとか、わさびからし、あとは料理にね唐辛子を入れたりとか、あとは酢の物お酢ですね。梅干しもありますけれども、梅干しはね私普段あんま食べないんで、それはあんま使ったりはしてないんですよね。あとはお弁当とか作ってないですけど、お弁当とか作るんだったら結構大葉とかを入れたりしますね。レタスとかを使うんだったら断然大葉ですね。逆にレタスはね水分が出たりとかして、水分が多いイコール雑菌が繁殖する要因になっちゃうので、レタス入れるんだったら大葉を入れる方がいいなって思ってます。そういえばね、お弁当を作ってる時はね、お弁当作ってた時はだいたいお弁当箱もねお酢で拭いてましたね。詰める前にキッチンペーパーにちょっとお酢をこう染み込ませて、それでお弁当箱の内側を拭いて、あと蓋ですね、その後具材とかご飯とかを詰めていくっていう方法ですね。お弁当箱についてる雑菌とかをまずはそれで払拭しておくというか、もしくはねアルコールスプレーがある時はそのお酢の代わりにアルコールスプレーを使って、それもキッチンペーパーに含めさせて拭いたりとかしてました。ちなみにね、お弁当箱をお酢で拭くとほんのりお弁当箱からお酢の匂いってするんですけども、ほんのりね。でもそれは拭いた時はするんですけれども、もうご飯を食べる時お昼にお弁当を食べる時には全く匂わないので、それは全然気にならないですね。なのでアルコールスプレーとか食品用のねそういうのがなかったりする場合はお酢を代用してお弁当箱とか拭くのがおすすめですね。
それでお弁当で思い出したんですけども、私夏はですね結構お弁当を作って最後にわさびを肉とかに塗るっていう癖があって、あの例えばミートボールとかお肉を焼いたやつとか、あとはお魚とかも焼いたやつとか、そういう肉魚類のおかずの上にですね、お弁当箱の蓋を閉める前にわさびをちょんちょんちょんって置いとくんですよ。でそれでちょっと雑菌とか菌が増えるのを少しでも防ごうっていう意図があるんですけども、そうなんかこれやってるのは私が勝手に思いついてやってるからあんまやってる人はいないと思うんですけども、で、なんかわさびとかからしの場合もありますね。わさびの代わりに肉とかの上にからしをちょんちょんちょんってけ結構思い切った量を置いても大丈夫なんですよ。っていうのもこの置いた直後はもちろんわさびやからしってものすごく辛かったり刺激が強いじゃないですか。でも数時間後のお弁当を食べる時間になるとパカッと開けると全然辛さとか飛んでるので、あの全然これわさびなのみたいな、これからしなのみたいな感じになってて、でわさびとかからしってお肉とかねそういうものと相性がいいので、味的にも悪くないし、あのなんて言うんだろう、食中毒予防の一つとして私はそういうことをしてますっていうことですね。でなんで私わさびとか乗せるようになったんだろうって思い返してみたら一つ思い当たることがあって、多分私が小学生、もしくは中学生いつ頃だったからはっきりは覚えてないんですけども、ただ高校生よりもっと前だったと思うので、多分小学校高学年くらいなような気がするんですけども、その頃見たテレビの番組の影響なんですよね。そのテレビでわさびを使った実験をしてて、わさびがどれくらい菌とかあのいろんな食中毒を抑えるのかっていう実験をしてたんですよね。でその実験の一つが密閉空間に食パンを入れておいて、その中の同じ空間内に食パンに塗ってるわけじゃないんですけどわさびを置いとくんですね。同じ空間に食パンとわさびを入れてるそういうボックスがあって、でもう一つ全く同じ条件の空間に食パンだけ入れとくっていう、その比較をするっていう実験だったんですけども、あの、食パンだけのボックスはですね結構すぐにカビが生えてきてカビがどんどん増えてったんですよね。それに対してわさびも一緒に入れてたボックスの中の食パンは結構ね長い時間長い日数だったかな経っても全然カビ出てこなかったんですよ。もちろんずっと置いとくのでカビは出てくるんですけども、その差がね結構えぐいくらい歴然だったんで、こんなに違うんだっていうのをね、小学生なりに、中学生だか小学生だか分かんないですけど、その頃の子供なりに私はねへーっていうのをねすごく感心した記憶があって、多分そういうのもあって夏とかねこうわさびとかそういうものを入れると傷みにくいんだっていうね、そういうのがもうなんかこう実際にこう経験したわけじゃないけどテレビでは目で見てその実験結果を肌で感じたというかなのがあるので、わさびとか使うようになったのかなって思います。だからわさびとかからし、あとは唐辛子とかですね、あとは生姜もお味噌汁とか、その他の料理にも使ったりしますし、あとは大葉でしょ、あとお酢とかもねドレッシングに結構いつも使ってるのでそれで取ったりしてますし、そんな感じで食生活じゃないや食中毒には夏はね特にそういうものを活用してね気をつけたいなって思ってます。私の今回の下腹部がちょっと嫌な感じになったのも変なもの食べたかなって思ったりするんですけど、記憶の限りでは変なものは食べてないけれども、私が知らない間にちょっとだけ傷んでるとかね、お腹壊すレベルじゃないけどちょっとだけ内臓にダメージいったとかそういうのあるかもしれないので極力
気分よく過ごすためにもね、食中毒には気をつけたいななんて思ってます。そういえばね、何本か前の動画とかでもね、麦茶はぬるま湯ぐらいの温度が多分ね、雑菌が一番繁殖しやすい温度なので、お湯で煮出して作るよりも、もう最初から水出しにするようにしたっていう話もしたりしてますけども、あと麦茶パックはずっと入れっぱなしにせずに、私の場合はだいたい5時間から8時間くらい経って、もう麦茶が十分に出たらパックは取るようにしてるとかね、そういう工夫もして、食中毒とかね、菌の繁殖を抑えるっていうのを意識してますね。自然に結構してますね。あとね、なんかこういろいろ食べ物とかね、お味噌汁とかもそうなんですけども、全般的になるべく冷蔵庫に入れた方がいいじゃないですか。で、粗熱を取った後冷蔵庫に入れるわけですけども、粗熱を取る間のね、ちょっと冷めてきたくらいの温度がこの菌が繁殖しやすい時間帯だと思うので、できる限り早く冷まして冷蔵庫に入れちゃおうってことで、結構保冷剤とかをね上に乗せて冷ましたりとかね、保冷剤に余裕がある時は四方を保冷剤で囲って冷ましたりとか、あと丼とかそういうお皿の内容だったらお水で冷やしたりとかね、この前も言った伝導率はね、空気よりも水の方が大きいので、水とかで冷ました方が冷めるのが早いわけですからね。そんな感じで早く冷まして早く冷蔵庫に入れるっていうのも気をつけてますね。あとはもう一つ、そのちょっと温かいものを冷蔵庫に入れるとね、その周りにある食材の温度があって、その食材が傷んでしまうっていう可能性もあるので、冷蔵庫に入れる時はですねこれまた保冷剤を使って一緒に入れてますね。あの例えばこうちょっと冷ましたご飯とかをね、冷凍じゃなくて冷蔵庫に入れたい場合とかは、このパックに入れたご飯をちょっと粗熱を取って、それを冷蔵庫に入れる時にまだほんのりあったかかったりするので、パックの下にね、保冷剤、柔らかいタイプの保冷剤をこう敷いて、その上にパックを乗せるようにすると。そうするとこの冷蔵庫の下の段にある他の食材たちに熱が伝わらなかったりするじゃないですか。なのでこの保冷剤を下に座布団みたいに敷いて、冷蔵庫の端っこに寄せて、さらに横にある食材との隙間にはさらにそこに保冷剤を立ててこのこう囲むようにして、他に熱気がいかないようにとか気をつけながらやってます。そんな感じでですね、食中毒には私はこんな感じで気をつけてますみたいな感じですね。どうなんだろう、食中毒っていうほどじゃないけど、軽いお腹を下すっていうのもできれば避けたいなって思ってます。お腹冷やさないのも大事だから、夏でも場合によっては腹巻きとかして寝る時もありますね。あと私がちょっと前に味噌漬けとか醤油漬けにしてたニンニクとかですけど、あれもね刺激物っていうかね、わさびとかからしとか大体ああいう刺激があったりとか、野菜とかも香草とか香りが強いやつって何かしら同じようにこうそういう食中毒防止の作用があるものが多いですよね。でニンニクもあんだけ刺激物なんだから、でもニンニク食中毒とかって聞いたことないなと思ってね、この前ちらっとネットで調べたんですよ。そしたらね、詳しくは調べなかったんですけども、ニンニク自体にわさびとかと同じようなその菌の繁殖を抑えるみたいなはっきりした効果があるわけじゃなさそうだったんですけども、ただニンニクはこう食べた後に体の中に入った時にですね、その物質的に食中毒になるのを抑えるような効果があるっていうのはなんかでちらっと書いてありました。なんかニンニクに含まれてるよくあるアリシンっていう成分がすごく食中毒を体の中で抑えるのに効果的だっていうふうに書いてありましたので、こう体を、スタミナ食でもあるので、夏にニンニクを適度に摂るのはやっぱいいのかなっていうふうに思いました。ただね、ニンニク食べ過ぎると
胃に負担が大きくて胃を壊しちゃったりとかすることもあると思うので、適度に取り入れるのがいいんだろうななんて思いました。そうそう、あとね、食中毒で気をつけてるのは、まな板すぐ洗うとか、スポンジを置くときには固く絞っとくとかね、そういうのもありますね。料理関係じゃなくて、やっぱまな板って菌がすぐ繁殖しやすいじゃないですか。でこれは夏に限らずなんですけども、使い終わったまな板はなるべくすぐ洗って乾かすようにしてるんですよね。切りっぱなしでずっと置いとくとすぐちょっと黒っぽくカビとか出たりしますよね。それ衛生面でもすごく良くないので、お茶碗とかはもう水につけといてまとめて洗ったりするんですけども、まな板だけはすぐに洗ったりしてますね。ただ料理直後はね、私料理出来たて食べたいので、あの料理の合間に洗えるんだったらいいけど、それができない場合は料理作り終わったらまずすぐ全部食べて、でふーって食べ終わった後にまな板は洗うっていう感じなので、少なくともね使ってから、1時間以内には洗えれば OK っていうことにしてます。そんな感じで、なんとなく今回はお腹の調子がね少し微妙だったので、食中毒に気をつけたいですねっていう感じで話をしてみました。はい、それでは、皆さんも健康に気をつけて美味しくアイスが食べれるようなね夏にしていきたいですねっていうことで、そんな感じで、それではまた。